Miss Marina, how are you doing? はい、ということで皆さん、おはようございます。あ、メガネが曇ってる。おはようございます。今ね、朝の9時20分でございます。聞いて、これからね、1年ぶりに宮古島に帰ります。イエーイ。ああ、もうやっと帰れる。嬉しい。あ、もう本当に嬉しい。今ね、私はね、羽田空港の第1ターミナルに来ております。はい、第1ターミナル。何年ぶりだろう、第1ターミナルに来るの。いつもね、私、穴を使う飛行機。普通はね、穴のマイル貯めてるからさ。でも今回はね、スカイマークを使おうと思います。スカイマークは国内線、羽田空港国内線ターミナル第1になるのでね、第1ビルになるので、今日はそこに来ております。もうね、羽田空港はね、国内線ターミナルがね、いくつかあります。で、飛行機の、ね、会社によってターミナルが分けられているので、皆さん気をつけてください。2020年10月の25日からさ、スカイマークが羽田空港と宮古下地島空港までをね、就航しました。はい、なので今日はね、それにね、乗ってみたいと思います。今日は11月のね、10日です。はい、それにね、乗ってみたいと思います。スカイマークは昔、羽田から宮古空港まで就航してたんだけど、いろいろあってじゃないですか、スカイマークって。なのでね、になっちゃったんだけど、宮古島に新しく国際線空港ができたの。宮古下地島空港っていう宮古下地島空港と羽田空港をね、就航したので、それに乗ってみたいと思います。空港人いないとりあえずね、まずはね、チェックインの前にお土産を買いに行きたいと思います。お母さんお父さんの分とおじいちゃんのお家とおばあちゃんのお家3つはい、銀座のいちごケーキ、私これ大好きなの。お土産、これおすすめです。東京からのね。あとね、それを食べてみたいので、これをお土産にしようと思います。お土産ゲットできました。イエイ。なのでね、荷物を預けに行こうと思います。この荷物。チェックインもね終わって荷物も預けたので、ご飯を食べに行きたいと思います。今日ね、飛行機の時間がね11時5分なの。11時5分、11時だからさ、昼ご飯食べれないから、宮古島までだいたい飛行機は3時間なので、ご飯食べに行きたいと思います。お腹すいたー。すごい。羽田空港のこれからって言って、飛行機の飛ぶ時間帯とか、あとね、これすごいよ。南風の時で天気が良かったら3時から7時はこのルートですとか、天気が悪い時はここですとか、全部書いてあるの、ルートが。しかも結構分かりやすい地図で、これいいね。メニューこれお蕎麦屋さん、これ食べる海鮮天丼のお蕎麦付き。なんかね、美味しそうじゃない？朝から天丼。見て、美味しそう。やばい。あとお蕎麦も来ました。美味しそう。では、いただきます。いただきます。朝から天丼重いよね。みんなさ、朝からさ、いろいろ食べれる。私さ、朝からさ、何でも食べれるんだよね。ケーキもステーキも全然朝から食べれる。おいしい。昨日ね、お母さんに電話したわけ。宮古島って今どうなのって。そしたらもうコロちゃんについてはね、すごいシリアスらしい。すごいシリアスなんだって。今さ、宮古島はさ、すんごい観光客に大人気なの。大人気じゃん実際。でもさ、みんなが知ってるのは表の部分だけでしょ。海が綺麗だったりとか、あと自然がいっぱいみたいな。
でもね、実際ね、宮古島っておじいちゃんおばあちゃんの町なの。若い子はね、大体島を出ます。大学とか専門学校がないので、高校を卒業したらね、みんな島を出ます。はい、それから、帰ってくる人もいれば、私みたいに東京に残る人もいます。もうほんとおじいちゃんおばあちゃんの町なので、介護職とかに勤めてる人が多いんだけど、もうね、介護職とかの人にはね、絶対会えないそうです。当該の人と2週間以内に接触したのか、あと当該に2週間以内に出たとか、だからなんか沖縄本島に行ったとか、そういうのがあるかないかのチェックがもう今すごいんだって。もし接触があったら、そういう接触しましたっていう書類をね、介護職の人とかは出さなきゃいけないんだって。職業にもよるんだけど、他の職業も大体そんな感じだそうです。当該2週間以内に行った行かなかったっていうの出さなきゃいけないらしくって、でね、宮古島って、ね、病院がないの。東京とかあったらさ、もしかかっちゃったら大きい病院がいっぱいあるから行けばいいじゃないですか。で、看護師さんたちもね、すごくいっぱいじゃないですか。でも島ってでも人数が限られてるの。看護師さんの人数とかお医者さんの人数とかで、大きい病院がないから、コロちゃんに対するコロちゃんを対応する病院がね、全くないの。ないんじゃない？実際行く一つもあるのかな。もう病院にもね、入れないんだって。だからお見舞いにも行けないんだって。だからもし入院してる人に荷物を渡しに行くとか言うんだったら、もう入り口まで看護師さんが来て、何号室の誰々さんにこのお着替えの荷物を持ってきたのに渡してくださいって言わなきゃいけないんだって。もう厳しいね。病院に入るのがもう本当に厳しいから、診察もしてもらえないんだって。もし軽い症状だったら電話で診察しますよなんだって。電話で診察って何？実際さ、こうやってさ、検診してほしくない電話で診察ってなんだろうね。だから今回宮古島に帰ったら、介護職に勤めている人とか職場が厳しい人にはね、会えないそうです。今ね、コロちゃん大変だけど、両親に会いに帰れるだけ感謝だなと思いました。東京もね、前々自粛期間とかあったからさ、私ずっとお家にいたの。偉いでしょ。ずっとお家にいて、ずっとお家にいたの、自粛期間でね。今回ね、やっとこうやって宮古島にもね帰って、両親の顔が見れるだけもう感謝だなと思います。介護施設にいるおばあちゃんには会うことはできないそうです。私おばあちゃんが1人だけ今いるんだけど、お母さんに聞いたら、もう介護施設は絶対もうマリナは入れないよって。もう島以外に住んでるから、島外に住んでるからマリナは会うことはできないよと言ってた。お腹いっぱい。結構食べた。朝ごはん朝から天丼食べた。もうね、あと5分でね、搭乗時間になります。なんかね、思ったより人がめっちゃいんの。もうここがね、私たちの待つ場所なんだけど、もうめっちゃね、思った以上に人がいるの。あそこね、結構もう席がね、埋まってる。21番だから、そうだね、あれに乗ります。見て、コンセントがあるんだわ。コンセントどこ？あったー、それだ。充電できるじゃんね。スカイマークはね、羽がね、ハートなの。見て、かわいい。かわいい。で、隣に人がいません。嬉しい。全然ね、隙間あるの。隙間。私160センチなんだけど、身長。隙間いっぱいある。全然私くらいだったら余裕。宮古島着いたよ。スカイマーク。
残念ながらね、天気は曇りです。曇り。いつも思うの、このさ、荷物受け取り所に行く道さ、雨が降ったらどうするんだろう。だって傘持ってないし、傘くれんのかな。こんな感じだよ。はい、実家に着きました。なんか空港でをね、いろいろ探索しようかなって思ったの。そしたらね、お父さんがもうね、荷物受け取り所出たところのすぐにね、待機してて、結構早く着いたらしくって、そう待ってたからね、もうそのまま帰ってきました。ありがとうお父さんお迎え、いつもありがとうね。でね、私今回スカイマーク乗ったんだけど、一応宮古下地島と成田空港を結ぶね、Z スターもあります。ただ今はコロちゃんの影響でなんか運休してるのかな。天気はね、今日あいにく曇りなんだけど、天気予報見たらね、雨マークはなかったので、明日明後日ぐらいからはね、少しずつ晴れていくんじゃないかなと思います。はい。で、一応明日からはね YouTube の動画をたくさん撮っていきたいと思います。ご飯系とか観光地とかね、そういうところいっぱい行って、皆さんにね、私地元民なので、地元民が分かる情報をね、私がいろいろ案内していきたいと思います。はい。お腹すいた。なんか食べよう。なんかあるかな、お家でね。スカイマークは LCC じゃないんだけど、普通のANAとか JAL とかに比べたら結構安い飛行機になります。はい、多分ビジネスクラスとかがなくて、サービスもねそんなありません。飲み物もホットコーヒー以外は自分でねお金を払って買う形になります。LCC に少し似てるかな。だけど LCC ではない安い航空会社です。 LCC の航空会社の飛行機よりかはシートがねもうちょっと広い感じの飛行機になります。はい、もしよかったらね乗ってみてください。あ、スカイマーク乗ってみようかなって思ったらぜひいいねお願いします。あとね、チャンネル登録と、私インスタグラムとツイッターもしてるので、そちらのねフォローもよろしくお願いします。コメントもね全部読んでるのでしてくれたら嬉しいです。 OK guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. チャオチャオあとね、成田から宮古下島空港までのジェットスターの動画もね上げてるので、よかったらチェックしてみてください。冷蔵庫をねふっちゃしたらね、もずくと美味しそうかつおだしもずくだって。あとねゼリーが出てきたからこれを食べようと思います。あとおうちの分のお土産買ってきたんだよね。これおうちの分のお土産、これも食べよう。別にいいよね、食べて